ずんぐりとした球形に近い爆弾。長崎に投下された原爆、ファットマン。AI で80年前の色を蘇らせてみる。1945年8月9日、この一発が長崎の町と7万人以上の命を奪った。そして3日前、8月6日、リトルボーイと呼ばれたもう一発の原爆が広島で14万人の命を奪っていた。人類が初めて手にした太陽の力。その開発計画の名はマンハッタン計画。1942年から1945年にかけて動員された人員約60万人、投じられた予算20億ドル、現在の貨幣価値で約40兆円である。人類史上最大規模の科学プロジェクトだった。そしてこの計画を中心で動かした科学者たちには一つの共通点があった。そのほとんどがナチスドイツから逃れてきたユダヤ系の科学者だったのである。アインシュタイン、シラード、フェルミ、テラー、ベーテ、フォン・ノイマン、杉原千畝が命のビザで救ったユダヤ難民の一部。その同胞たちが作った原爆がナチスではなく日本に投下された。歴史の最も残酷な皮肉である。これはその計画と計画に関わった人々の物語である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。タイプライターで打たれた一通の手紙。宛先は米大統領フランクリン・ルーズベルト。1939年8月2日、ハンガリー出身の物理学者レオ・シラード。彼は最近の核分裂の実験結果を見て戦慄していた。ウラン2シェ3号の連鎖反応、これが制御できれば巨大なエネルギーが瞬間的に解放される。つまり未曾有の破壊力を持つ爆弾が作れる。そしてドイツのウラン研究はすでにヒトラーの手に握られていた。ナチスが先に原爆を作れば世界は破滅する。シラードは当時のアメリカで最も有名な物理学者を訪ねた。アルベルト・アインシュタイン、ノーベル賞受賞者。シラードが用意した手紙にアインシュタインは署名した。ルーズベルトにナチスより先に原爆を開発すべきだと進言する手紙だった。これがマンハッタン計画の出発点となる。書簡を受け取った大統領は即決した。すぐに研究を始めさせる。晩年のアインシュタインと若いオッペンハイマー、二人が机を挟んで何かを話し合っている。アインシュタインは戦後になってこう語っている。あの書簡に署名したことは人生で最大の過ちだったと。しかし当時の状況を考えれば署名しないという選択肢はなかった。ナチスが先に原爆を持てば世界は終わる。シラードと同じ恐怖がアインシュタインを動かしていた。そして戦後アメリカが原爆を独占し、それを日本に対して使用した事実はアインシュタインに深い罪悪感を残すことになる。我々は戦争には勝利した。しかし平和まで勝ち取ったわけではない。アインシュタインの戦後の有名な言葉である。書簡から計画の起動、そして6年後、それは日本の2都市に投下されることになる。3人の科学者が机を囲んでいる。中央がエンリコ・フェルミ。フェルミはイタリア出身。1938年ノーベル物理学賞を受賞した直後亡命した。理由は妻のラウラがユダヤ系だったからである。ファシズムから逃れてアメリカへ、そしてマンハッタン計画の中核となる。似た境遇の科学者が次々と渡米した。レオ・シラード、ハンガリー出身、ユダヤ系。エドワード・テラー、ハンガリー出身、ユダヤ系。ハンス・ベーテ、ドイツ出身、母がユダヤ系。ジョン・フォン・ノイマン、ハンガリー出身、ユダヤ系。ナチスの迫害から逃れた
世界最高峰の頭脳たち。彼らは皆、ヒトラーが先に原爆を作ることを恐れていた。その恐怖が計画を前へ前へと突き動かしていく。シカゴ大学の研究チーム、中央にフェルミ、その周囲を若い研究者たちが囲んでいる。1942年12月2日、シカゴ大学のフットボールスタジアム地下、そこに世界初の原子炉 CP1 が組み上げられていた。 CP1 はシカゴパイルナンバー1、積み上げられた黒鉛ブロックとウランの塊。フェルミの指揮のもと、午後3時25分、制御棒がゆっくりと引き抜かれた。中性子の検出器が規則的な鼓動のような音を立て始める。世界で最初の人工的な制御された核連鎖反応。成功の瞬間、誰も歓声を上げなかった。フェルミの友人のハンガリー人レオ・シラードがフェルミの手を握ってこう言った。これは人類史にとって暗い日になるだろうと。カリフォルニア州バークレー、1940年3月の会合。中央にサイクロトロンを発明したアーネスト・ローレンス。カリフォルニア大学バークレー校。ここに原子物理学の精鋭が集まっていた。アーネスト・ローレンス、1939年ノーベル物理学賞サイクロトロンの発明者。ドーレンス研究所ではウラン2波産後の電磁分離法が研究されていた。後にカルートロンと呼ばれるその技術である。そしてローレンスの研究所でもう一人の天才が頭角を現していた。ロバート・オッペンハイマー。カリフォルニア大学の理論物理学教授。文学、サンスクリット、量子力学を自在に操る知の万華鏡のような男だった。このオッペンハイマーが後にマンハッタン計画の科学責任者として選ばれることになる。タイプライターで打たれた大井書状。差出人はバネバー・ブッシュ。宛先はルーズベルト大統領である。1941年11月、シラード書簡から2年後、科学研究開発局の局長バネバー・ブッシュは決定的な報告書を大統領に届けた。ウラン235とプルトニウム239、これらを使えば戦略的に意味のある核兵器が3年から5年で開発可能。報告書は即座に大統領の机に届く。12月8日、真珠湾。その翌月、ルーズベルトは正式に承認した。ナチスより先に原爆を完成させよ。国家最高機密として計画は始動する。開発の責任は陸軍工兵隊に委ねられることが決まった。そしてその指揮官としてある男が選ばれることになる。軍服姿で何かを話しているふくよかな将校。レスリー・リチャード・グローブス・ジュニア、陸軍准将である。レスリー・グローブス、1896年生まれ、陸軍工兵隊出身、ペンタゴンの建設責任者を務めた有能な事業家タイプの軍人だった。1942年9月、グローブスはマンハッタン計画の総責任者に任命される。任命直後、彼は准将に昇進。階級が必要だった。民間の科学者と巨額の予算を軍として動かすためである。グローブスはまず原料調達に動いた。カナダのウランを買い占め、ベルニー領コンゴから1250トンのウラン鉱を秘密に輸入。工場用地として3カ所が確保された。テネシー州オークリッジ、ワシントン州ハンフォード、ニューメキシコ州ロスアラモス。そして最重要任務だった科学責任者の選定。グローブスは思いがけない人物に声をかける。グローブス准将がもう一人の科学者と書類を見比べている。相手はジェームズ・チャドウィック。中性子の発見者であり、英国側の責任者である。グローブスは科学責任者の人選で悩んでいた。ノーベル賞受賞者、またはそれに匹敵する大物。そう推薦されていた候補は何人もいた。しかしグローブスは別の名前を出した。ロバート・オッペンハイマー。実績は理論物理学者として優秀だが、ノーベル賞はない。加えて共産党との接点があり、
保安上の懸念も持たれていた。それでもグローブスは決断した。オッペンハイマーには決定的な強みがあった。異なる分野の天才たちを束ねて引っ張る稀な指導力。そしてサンスクリットから音楽まであらゆる教養を持つ引力のある人格。1942年10月、オッペンハイマーはマンハッタン計画の科学責任者に決まった。その選択が計画の成否を決定づけることになる。砂漠の中に立つ4世帯一棟の住宅、ロス・アラモスの科学者用アパートである。ニューメキシコ州海抜2200メートルの高地。オッペンハイマーが少年時代に休暇を過ごした寄宿学校の跡地。ここに極秘の研究所が建てられる。1943年春から世界中の物理学者が家族と共に集まってきた。電話番号は1番から始まる内部だけの極小都市。出入りには軍の許可証が必要だった。住民は外部の家族宛てに手紙を書くとき住所を書けなかった。連邦書留書箱1663番。それがロス・アラモスの唯一の公式住所だった。世界の頭脳が地図上に存在しない街で地獄を作る作業を進めていた。トルーマン大統領がペンを手にして書類に署名している。1946年原子力法の署名場面である。実は日本でも戦時中に原爆の研究が行われていた。陸軍が2号研究、責任者は理化学研究所の西名義雄。海軍が F 号研究、京都帝大の荒勝文作に託された。しかし日本の計画は規模も予算も米国とは比較にならなかった。ウラン濃縮の試みはわずか数キロ単位にとどまった。1945年4月、東京大空襲で西名の利権も破壊される。研究は頓挫した。戦後の調査で米国は判断した。日本が原爆を完成させるにはあと10年以上かかっただろうと。差は技術ではなかった。工業力と資源と戦争を続ける時間の差だった。巨大な楕円を描く電磁分離装置、オークリッジ Y12 施設のアルファレーストラックである。 AI で80年前の色を蘇らせてみる。天然ウランの中で核分裂を起こすウラン2産後はわずか 0.7%、 残りの 99.3% はウラン238。このウラン2産後を爆弾級の純度まで濃縮しなければならない。科学的な性質が同じ2つの同位体を分離する。それがマンハッタン計画の最大の技術的課題だった。オークリッジには3つの濃縮技術が同時並行で建設された。電磁分離法、ガス拡散法、熱拡散法。どれが成功するかわからないため全てを試した。完成した施設の総有面積は当時の世界最大の工場をも凌駕した。働く労働者は自分が何を作っているのか知らされなかった。ウランの一粒も生産量を理解していたのはごく一握りの上層部だけである。ずらりと並ぶ掲示板、それを監視する若い女性たち、カルートロンガールズと呼ばれた女子工員たちである。オークリッジの Y12 施設には電磁分離法のカルートロンが数千機並んでいた。これらを操作するのは高学歴の科学者ではなかった。田舎から集められた平均20歳の女性たち。訓練期間はわずか数週間。操作の意味は知らされない。ただ計器の針を決められた範囲内に保つ。それだけが彼女たちの仕事だった。仕事が単純すぎて退屈だったと語る者もいた。しかし彼女たちの作業の積み重ねがリトルボーイの核物質を生み出していた。戦後になって彼女たちは初めて自分たちが何をしていたかを知る。知らされない労働者として彼女たちもまた計画の一部だ。ワシントン州ハンフォードの B 反応炉建設現場の俯瞰。何もない砂漠に巨大な四角い構造物が立ち上がっていく。オークリッジがウラン2生産号なら、ハンフォードはプルトニウム未生産牛9。
もう一つの核燃料を人工的に作り出す施設である。天然にはほとんど存在しないプルトニウム、ウラン2シェ38を原子炉に入れ、中性子を浴びせて人工的に作る世界初の産業規模の原子炉。その建設のため、ワシントン州ハンフォードの平地に巨大都市が築かれた。5万人の労働者が家族と共に集まる。彼らも自分たちが何を作っているのか知らされなかった。ただ、賃金は良かった。戦時下の好景気の中、ハンフォードの労働者は長い列を作って給料を受け取っていた。塔の上に運び込まれる実験用の爆発装置、通称ガジェット。これが人類初の核爆発装置となる。原爆の設計には2つの方式があった。岩式と爆縮式。岩式はウラン235を急速に衝突させる単純な仕組み。爆縮式はプルトニウムを高性能爆薬で球状に圧縮する複雑な仕組み。ウランによる岩式は計算で完全に予測できた。しかしプルトニウムの爆縮式は実験で検証する必要があった。計算と実物が合致するかどうか、それを確認する場がトリニティ実験である。1945年7月、ニューメキシコ州の砂漠で塔の上にガジェットが据え付けられた。世界初の核爆発装置の点火である。トレーラーに乗せられた防水系の爆弾、リトルボーイ、ウラン235を使った岩式原子爆弾である。リトルボーイ、全長3メートル、重量4トン。中に入っているのは約64キロのウラン235。オークリッジのカルートロンが何年もかけて生産した人類初の爆弾級ウラン。仕組みは原始的なほど単純である。ウランの塊を2つに分けて爆発時にぶつける。臨界量に達した瞬間、連鎖反応が始まり、巨大なエネルギーが解放される。計算上、確実に作動するため、トリニティ実験の対象にすらされなかった。リトルボーイはテストなしでいきなり実戦投入される唯一の原子爆弾となる。ずんぐりした球形に近い爆弾、ファットマン、プルトニウムを使った爆縮式原子爆弾である。ファットマンはリトルボーイとは全く違う設計だった。中心にプルトニウムの弾、その周りを32枚の高性能爆薬が取り囲む。すべての爆薬が同時に内向きに爆発することでプルトニウムが球状に圧縮される。これを爆縮と呼ぶ。技術的にははるかに複雑で誰もが成功を確信できなかった。そして実用上リトルボーイより重要だった。なぜならハンフォードではプルトニウムが大量生産できる。しかしウラン235はオークリッジでもわずかしか作れなかった。爆縮式が成功すれば原爆を量産できる。それがトリニティ実験で確かめなければならなかった理由である。赤と黒に染まった原子の太陽、人類初の核爆発の一瞬である。1945年7月16日午前5時29分45秒、ニューメキシコ州ジョルナダ・デル・ムーレルト砂漠、ガジェットが爆発した。爆発威力 TNT 換算で約22キロトン。爆心点の温度は太陽の表面温度を超えた。地表はガラス状に溶けた。15キロ離れた場所からもその閃光は見えた。成功を確認したオッペンハイマーは後にこう語っている。我々は今や世界を破壊するものとなった。ヒンドゥー教の聖典バガバットギーターの一節を引いた言葉だった。人類は原子の力を解放した。そしてそれを手放すことはもうできない。バクパザキの砂漠でグローブスとオッペンハイマーが何かを見ている。成功を確認している姿である。砂漠は緑色のガラス状物質で覆われていた。熱で溶けたシリカとガジェットの残骸が混ざった結晶、後にトリニタイトと呼ばれることになる。爆死庫地に立つ
二人、科学者と軍人、理性と力、人類の極地と人類の終末、そのすべてがここに集約されていた。ロスアラモスに戻ったオッペンハイマーはこうも語ったという。世界の人々はこれを忘れてはならない。しかし彼の言葉の3週間後、2発の原爆が日本の2つの都市に投下される。着陸する B29 爆撃機。機体には銀メッキ仕様の特別塗装。マンハッタン計画と並行してもう一つの巨大プロジェクトが進行していた。 B29 スーパーフォートレス開発計画。ボーイング社が1940年から開発を始めた新型重爆撃機である。開発総額30億ドル。マンハッタン計画の20億ドルを上回る規模だった。しかし人類最強の爆弾を運べる機体は当時これしかなかった。余圧キャビン、リモコン操作の機銃、ターボチャージャー付き4発エンジン、そしてマリアナから日本本土まで往復できる長大な航続距離。リトルボーイ、ファットマンを運ぶため B29 は特別仕様に改造された。防弾装甲、機銃すべて取り外す爆弾層だけが残された機体。これがシルバープレート B29 銀メッキ仕様と呼ばれた。このシルバープレート B29 が原爆を日本に運ぶ。着陸する B29 爆撃機。機種にはエノラ・ゲイと書かれている。操縦士の母親の名前である。エノラ・ゲイは第509混成飛行隊の所属。特別仕様のシルバープレート B29 と呼ばれた機体だった。機長はポール・ティベッツ大佐、副操縦士ロバート・ルイス、爆撃手トーマス・フェレビー少佐。8月5日、出撃命令が出る。ティニアン島から攻撃目標は広島、予備目標は小倉、長崎。第1の目標は広島中心部、予備目標の小倉、長崎を含めすべて市街地が照準だった。なぜ軍事施設や工業地帯ではなかったのか。その答えは戦後も議論が続くことになる。地上から空へとそそり立つ巨大なキノコ雲。撮影は爆発から25分後、エノラ・ゲイの機内からである。1945年8月6日午前8時15分17秒、広島市上空580メートル、リトルボーイが爆発した。爆心地温度摂氏数百万度。爆風による直接的死者推定9万人から12万人。その後放射線障害や火傷による死者を含めると年末までに約14万人が亡くなった。爆心地は軍事施設ではない。広島市の中心神谷町、商店街と住宅と学童が集団登校する道。工業地帯を狙うなら広島湾の沿岸でよかった。しかし米軍は市街地中心を選んだ。被害の規模を確かめるためである。これが原爆の最初の使用だった。ロスアラモス研究所で関係者が表彰されている場面。中央にオッペンハイマー。戦争は終わった。戦後オッペンハイマーはトルーマン大統領に面会した。そしてこう告白した。私の手は血で汚れているように感じます。トルーマンの反応は冷たかった。汚れているのは私の手だ、気にするなと。しかしオッペンハイマーは生涯その重さから逃れられなかった。我は今や死神となり世界の破壊者となった。バガバットギーターから引いた彼自身の言葉である。1954年、彼は共産党との接点を理由に機密情報へのアクセス権を剥奪される。事実上の追放だった。原爆を作った男がその作った国家から追放される。そして1967年、咽頭がんで死去。享年62歳。最後までロスアラモスでの選択を抱え続けたまま。マンハッタン計画。1939年
アインシュタインとシラードが大統領に書簡を送ったところから始まった。ナチスが先に原爆を作れば世界は破滅する。ユダヤ系科学者たちの恐怖が計画を動かした。フェルミ、シラード、テラー、ベーテ、フォン・ノイマン。ナチスから逃れた科学者たちが核分裂のメカニズムを解明していった。1942年12月、シカゴ大学で世界初の人工核連鎖反応に成功する。人類は原子の力を手にした。そしてその力を誰よりも先に戦争に使えるものを求めた。1942年9月、レスリー・グローブス准将がマンハッタン計画の総責任者に就任。科学責任者にはロバート・オッペンハイマーが選ばれた。実績はあるがノーベル賞もない。共産党とのつながりを疑われていた異色の人物。それでも彼の指導力と知性が計画の成否を決定づけた。ロスアラモスで設計、オークリッジでウラン濃縮、ハンフォードでプルトニウム生産。3つの極秘都市が砂漠の中に築かれた。総勢60万人、予算20億ドル。知らされない労働者たちの汗が2発の爆弾に集約されていく。1945年7月16日、トリニティ実験。人類初の核爆発。オッペンハイマーは後に語る。我は今や死神となり世界の破壊者となったと。そして1945年8月6日、広島。8月9日、長崎。2発の原爆が2つの市街地中心部に投下された。死者合計21万人以上。戦後原爆を作った科学者たちは深い罪悪感を背負った。オッペンハイマーは1954年に追放され、1967年に没。シラードは核軍縮運動に余生を捧げる。アインシュタインは書簡への署名を人生最大の過ちと語った。杉原千畝が命のビザで救ったユダヤ人、その同胞が作った原爆が日本に投下された。歴史の最も残酷な皮肉である。あなたのご家族、ご親族の中にも広島や長崎の被爆者がいらっしゃるかもしれない。もしいればぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。その時代を生きた人々として。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。